こんにちは、旅と鉄道のチャンネルです。今回はジオラマ制作第18回目となります。レイアウトの左手の方がかなり進んできましたので、今回は右側、機関区の付近のライトアップを施してみたいと思います。では早速ですが、作業の方に入りたいと思います。とりあえず紹介するのは昔ながらの方法になります。まずは穴を開けていきます。開け終わりましたら、そこに LED のコードを突っ込んで、あとは建物をその上から乗せれば一丁上がりということで出来上がりなんですが、このままですと何かの拍子にこの LED が取れちゃったりしますので、何らかの方法で少し固定する必要があります。私の場合は両面テープをぐるぐる巻きにして、それを穴に突っ込むような形で固定しております。それでこの後配線の仕方など解説していきたいと思いますが、とりあえずつないで光らしたのがこんな感じとなります。次に建物を変えまして、こちらは加藤の庫内建物セットの詰め所になりますが、ちょっと明るくしたいのと、あとこの辺がちょうど四角になりますので、うまく配線が隠れることもあって、こんな風に LED を両面テープでつけて端の方に配線を持ってきております。その後現物合わせで配線の穴を開けて、それから組み立てていきます。それでこの建物の場合は屋根との間にこの1枚壁があるんで、光漏れの心配は少ないんですけれども、物が変わってこちらのような建物になりますと直接屋根になるんで、屋根のてっぺんが光ってしまう、いわゆる光漏れの現象が起きるので、何らかの方法で光漏れ対策をする必要があります。私の場合はこちらのアルミテープを貼って光漏れ対策としております。では全ての建物でこのように試してからつけていくわけではありませんが、最初の1つ2つはこんな風に確認してからつけていきます。点灯させるのに使っているシステムは加藤のジャストプラグシリーズ、赤いラインの入ったライトハブから電源を供給しております。過去に作ったジオラマにもこのようなライトアップのシステムを組み込みましたが、当時はそのライトがつくか消えるかだけでしたが、こちらのジャストプラグシリーズを使いますと、こんな感じで薄暗くしたり光の強さを変えられるというのが新たに進化したところでございます。では配線用に開けた穴にコードを通していきます。この他にもこちらが最近購入しました鉄道感車になります。 LED の取り付けの作業としては似たような感じになるので省きますが、光らせる建物だけを言いますと、先ほどの詰め所、左が信号所、その奥にも詰め所があって、この中央のちっちゃい建物はポンプ小屋となりまして、こちらも光らせます。右の方は詰め所に、そのさらに隣がトイレとなりまして、最後奥の方に2箇所の詰め所と、その右側にも休憩所がありまして、この3箇所も光らせております。次に使用する LED なんですが、ジャストプラグシリーズの右がシーリングライト、左の方がナノライトとなりまして、私は何でもかんでも Amazon で買っておりますが、これらは2本入りでだいたい1100円前後の価格で購入できます。しかしながらやや高めの設定なので、値段を抑えたい方は一般的な LED、 こちらですと20本入って600円ほどなんで、1本あたりは30円ぐらいでライトアップが楽しめるということです。それでつなぎ方なんですが、このジャストプラグシリーズは一般的な LED を持ってきても
ハンダ付けなしですぐに使えるようになります。まずコネクタとコードを差し込んで、その先端には中継プラグと呼ばれるこの白い部品なんですが、ここに LED を挟めばもうすぐに点灯させることが可能でございます。それでこの中継プラグにコードを3本4本つなぐことも可能なので、さらに価格を抑えれるということです。お次はヤード照明に取り掛かりたいと思います。こちらもジャストプラグシリーズの商品ではなくて Amazon で購入したものになります。価格の方は1本あたり驚愕の326円。こちらを2つ購入しました。ちなみにトミックスのヤード照明灯を見てみますと1本あたり5000円オーバーということで、もちろん物は違いますが価格だけを見ると15分の1程度に抑えたということです。それで先ほどのこの LED でも同じことが言えるんですが、ジャストプラグシリーズの電圧は 9V なので、だいたい模型用の LED はほぼ収まりますけれども、この 3V から 12V のものを確認して購入すれば OK です。では作業の方を進めたいと思います。ちょっとね、このコードが青と赤でこれが目立つので、ここはちょっと銀に塗ってとりあえず目立たないようにしております。左の方のライトの本体もちょっといまいちなので、いずれ塗り替えたいと思いますが、今回ちょっと時間が足りないので、とりあえずはこのまま進めたいと思います。それで足元の土台がないので、これだけちょっと加工してみたいと思います。まず 1mm のプラ板を1センチ四方に切り出しまして、そこに配線用の穴を開けます。その後グレーに塗装した後、少しウェザリングしてこんな風に通しております。その後現場まで持ってきまして、このように設置点灯させるとこんな感じでございます。チャンネル登録よろしく。続きまして機関庫、こちらは線形庫になりますが、ちょっとサイズが大きいので LED を4箇所つけたいなと思いまして、穴を4箇所開けました。それで先ほどと同じような感じなんですが、 LED を4箇所コードを突っ込んでテープで固定しました。一応念のために SL をこんな風に入れて接触しないかどうか確認しております。さらにそのお隣のこちらの機関区なんですが、こちらの方にはジャストプラグシリーズのシーリングライト1つで対応しております。これは明るいので2個つけますと明るすぎたので、配線用の穴は2箇所開けましたが1本だけにしております。続きましてこちらは駐車場になります。ここに一つ配線用の穴を開けましてコードを通していきます。ちょっとコードが長すぎるので手間取っておりますが、こちらの青い軽自動車をここに置きまして、なんとこれのヘッドランプとそれからテールランプも点灯いたします。このシリーズいろいろと出ておりまして、もう1台ぐらい増やしたいなという気持ちだけはあるんですが、ちょっとお値段が高いのでどうしようか悩んでいるところでございます。ということでこんな風にできまして、さらに分かりやすくするために室内を暗くしたのがこんな感じでございます。では最後に配線を説明していきたいと思います。まず主に使うのはこちらのアルミテープとなります。ちょっと動画的には地味な画像が続きますが、とりあえずこのテープを貼っていきます。
右がプラスで左がマイナスということにしておりまして、さらに赤いコードがマイナス、それ以外の色のコードはプラスということでやっております。それで横方向に対しては裏側が使いにくいので、ここの針に対しては上下にこのテープを貼り分けて、上がプラス下がマイナスということにしております。この辺りはジオラマの土台によって様々変わってしまうと思いますが、できれば土台を作る前の段階からこの辺りを想定しておくといいのかなと思います。では絶対に接触しないように、限られたスペースの中でも間隔をなるべく空けて貼っていきまして、貼り終わりましたら今度は同じアルミテープをだいたい 1.5 センチぐらいに切ったのをあらかじめ数枚用意しておきます。ちなみにアルミテープにもいろいろ種類がありまして、おすすめはこちらのような両面導電製のアルミテープとなります。ではカットしたアルミテープを利用しまして、コードと本線のアルミテープを貼ってつないでいきます。この時片面しか導電性のないアルミテープですと、本線側に接触しないとその接触不良を起こして LED が点灯しないということが起こりますが、両面の方を使いますとそれが防げるということです。次に本線用のアルミテープとジャストプラグをつなげます。このレイアウトの場合ですと、家庭用のコンセントから一旦この赤いライトハブに電源がいって、そこには4つコネクターがあって、そのうちの1つがこの横の4分岐ポートに分割されます。そのうちの1本がここに配線されて、また別のコードは奥の方にこの4分割で接続して、アルミテープで届かないようなところをカバーしているということです。このアルミテープを使うことで価格も抑えられますし、あと全部コードでやりますと北海道の昆布の養殖場みたいになっちゃってわけがわからんようになりますので、かなりスッキリしますしおすすめというところでございます。では機関区周りのライトアップということでだいたい完了しましたので、今回の動画はこの辺で終わりたいと思うんですが、実は駅舎と駅のホーム、それから今画像にはないですが神社の方にもライトアップをしておりまして、一緒に動画にしようと当初思っていたんですが、動画制作のスキルの問題でまた次回以降お届けできたらと思っております。では最後までのご視聴ありがとうございました。あと、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。